皆さんこんばんは、サイラです。今回はテイルズ・オブ・アライズで最強武器である魔装備の入手法と育成方法を紹介します。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。そろそろクリアした方が増えてきたと思います。ということで今回はずっと公開してなかった魔装備の動画を解禁します。がっつりやり込んでいる方はすでに持っていると思いますが、クリア直後やもうすぐクリアするっていう方向けに紹介しようと思います。前半にその武器の入手方法のご説明をします。後半はその武器を使って攻撃力を簡素にする方法、このような感じで紹介していきます。キャンプで作れる武器いっぱいあると思うんですが、その中の一番強いものを取ったとしてもこれが最強の武器ではありません。別の方法で敵から入手するっていう感じの隠し武器になります。全キャラクター1個ずつあるっていう感じですね。呪われし魔装備っていう名前で表示されているんですが、通称魔装備、これになります。入手直後は攻撃力も低くってキャンプで作成できる武器より弱いと思います。この魔装備は特殊機能がついていて、敵を倒した数によって攻撃力と属性攻撃力が上がるっていうものです。敵を1体倒すと攻撃力属性攻撃力が1上がる。10体倒せば10。1000体倒せば1000っていう感じです。今見えてるように9999にするためには9000体以上敵を倒すって必要があります。そこまでいったら本当に最強武器になる。そんな感じです。実際に敵を倒して攻撃力が上がるっていうのを確認してみようと思います。8651がスタートになります。数値増えてますよね。こんな感じで討伐数で数値が増えていくっていう感じになります。本当ならここで簡素攻撃力を使って大ダメージの動画を流すんですが、今後作る予定の動画で最大ダメージの検証動画作ろうと思っているので、そちらを楽しみに待っていてください。それじゃつまらないので、通常攻撃だとどのくらいのダメージになるのかっていうところだけ映していきます。こんな感じになります。通常攻撃でも十何万とか出てましたね。こういうダメージが入っていくって感じです。攻撃力が上がる部分ですが、そのキャラクターが倒した今までのトータルの数っていう感じになります。そのために入手時点で結構な差が出てきます。メイン操作ばっかりしてるキャラクターは討伐数が高いので攻撃力が高くなってます。めったに使えないキャラはキャンプとかで作れる武器より弱いです。そんな感じになっていると思います。入手方法ですが、クリア後になります。クリアした後の隠しダンジョンで入手できるっていう感じになります。隠しダンジョンに行くまでの手順ですが、まず1つ目にクリアする前から出ている
地霊の聖堂っていうサブクエストをクリアする必要があります。場所ですが、トラスリーダー街道のこの場所、馬車があると思うんですが、ここに人が立っています。この人に話しかけるとクエストがスタートします。その後、この隣のマップに移動して入ると、こんな感じでもう明らかに変なものがあります。この中に入って先に進むとクリアできるっていう感じになります。出てくる敵はこの2体ですね。実際にストーリークリア前だとここクリアするのなかなか厳しいんじゃないかなと思います。地霊の聖堂をクリアして、さらにストーリーもクリアしている状態ですと、先ほどの馬車のところにまた別のサブクエストが出ています。それを受けてこの中に入っていきます。そうするとそこでクエストはクリアになるんですが、その場所から裏ダンジョンに行けるっていう感じになります。ここが丘の異変再びっていうクエストのクリア場所になります。この人に話しかけると、この隠しダンジョンに入れるアイテムをもらえて中に入れるようになります。上から順々にクリアしていくっていう感じになりまして、最後にはシリーズ恒例のあれが出てきます。肝心の、装備ですけれども、それぞれのマップで1個ずつもらえます。それぞれが特殊なフィールドになっていて、奥に向かって進んでいって、最後にボスがいて倒したら次のところが行けるようになるっていう感じなんですが、そのボスを倒すと、装備が手に入るっていう感じです。自分の使っているメインキャラの装備がどこでもらえるのかっていうのは実際にやって確認してみてください。ここまでが装備の入手方法になります。これを手に入れたからといって最強にはなりません。カンストまで強化するにはとにかく敵を倒さなければいけません。敵の強さは関係なく数を倒せばいいっていう感じです。一番分かりやすいやり方は序盤のマップでひたすら敵を倒す。その時に自分が操作している以外のキャラクター、こういうような感じで何もしないとしておくのがいいです。そうすると敵を倒さずに止まったまんまでいてくれます。なので操作キャラでどんどん倒していく、そんな感じになります。ただフィールドを歩き回って倒していく、これなかなかしんどいので、もっと簡単になれないのかっていうのがもう一つの方法です。場所は修練場になります。ここでは何度も敵と戦うことができます。数もそこそこ出ますし、何度でも挑戦できるので、外で歩き回って戦うよりも短時間でたくさんの敵と戦います。しかもクリアすると体力と CP が全回復します。そのため何度挑んでも常に全開っていう状態で挑むことができます。リスクがないって感じですね。初級、中級が敵の数は多かったと思います。上級になるとボス級が出てくるので、このどちらかで挑むといいと思います。ひたすらこれを回す、もしくは個人戦ですね。強くしたいキャラクターを選んで、これも初級がいいと思うんですけど、初級をひたすら回す。団体戦の方ですと、大型モンスターはブーストストライクを当てて周りの雑魚を一緒に倒せるっていうメリットがあります。個人戦の方は大型ボスでも1人しか出てないので、ブーストストライク出ずにそのまま討伐っていう感じですね。どっちが楽かっていう感じですね。個人的には個人戦を繰り返した方が楽かなと思います。団体戦の時はやっぱり作戦で他のキャラクターは何もしないにしとかないとダメです。そうしないと他のキャラクターに討伐数取られてしまうので、とにかく自分だけが攻撃するっていうための作戦を設定してください。作戦としてはこんな感じですかね。標準でついている回復以外何もするなっていうところからちょっとカスタマイズして戦闘不能回復を入れています。こういう作戦にしておくと無駄がなく戦えるかなと思います。ここまでが真っ当なやり方ですね。普通にやったらのやり方です。これで9999まで上げるのはめちゃくちゃ時間かかります。カンストするまで何が何でも頑張ってやるっていう根性がないんだったら、それこそアクセサリー集めとかをしながら合わせて使用回数を増やすぐらいの気持ちでいないとなかなか厳しいと思います。何日もかかっちゃうと思います。ここまで説明したらもうわかる方もいると思うんですが、連射コントローラーを使います。この手の話苦手な方はここでご視聴やめていただいた方がいいんですが、連射コントローラーを使って個人戦ひたすら回すっていう感じになります。この状態でクリアするとそのまんま継続して同じキャラクターで戦闘することができます。×ボタンを連打モードで放置するっていう感じになります。もちろん放置して死んじゃうような場合はダメですが、その状態で
死なないんであれば夜をセットをして1日もかかんないとも半日ぐらいあれば完走してると思います。火力とかキャラクターによって討伐スピードが違うので、速いキャラであればそこまでかからずに完走になってると思います。これを使っていくと全キャラクター9999にできるっていう感じになります。この方法を使うとバランス崩壊するっていうお話もあるんですが、実際この方法が使えるようになるっていうことはほとんどの敵が倒し終わってるはずです。なのでこれで倒せない敵を倒すっていうわけではなくって、あくまでも最後の楽しみ、すごいダメージを与えて敵を蹴散らしていくですとか、以前すごく苦戦したボスをサクッと倒してみるとか、そういう楽しみ方だと思っています。序盤からこういうものが作れたら確実にバランス崩壊するとは思うんですが、そういうことなのでぜひ実際に強化して楽しんでみてください。人によっては秘境技みたいな感じで捉えられる方もいるので賛否両論あるとは思うんですが、一部の知ってる人だけが得をするっていうのは好きではないので、こういう動画も公開しています。今回は皆さんの進み具合をだいたい想像しながら今だったらいいかなっていう感じで今日の公開になりました。今回は最強武器である魔装備の入手方法とその育成方法について紹介しました。感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。